私たちは車内で言い争っていた。その時、事故が起きた。妻のオリビアは即死した。病院で目を覚ました時には、彼女はすでに火葬されていた。自責の念に苛まれた。すべてが自分のせいだと思った。私は誠実に彼女の両親の面倒を見続け、二人が亡くなるまで尽くした。しかし、彼らの葬儀で彼女に瓜二つの人物を見かけた。調べてみると、真実が判明した。あの事故は偽装だった。彼女は私を捨てて大学時代の夢の人と駆け落ちするために死を偽装したのだ。彼女は私が調査していることを知ると山の展望台に誘い出し、私が油断した隙に崖から突き落とした。私は瞬きをした。すると突然、あの日、言い争いの直前に戻っていた。今回は？彼女が死んだふりをしたいのなら、本物の死にしてやる。永遠に。1。ねえ、明日旅行に行かない？キャンプみたいに？私の妻、オリビアが突然、私の腕にすがりついた。普段の冷たい態度からは考えられないほどの表変ぶりだった。私は彼女を見つめ、この予期せぬ温かさに面食らった。結婚して4年、オリビアは常に私をよそよそしく扱ってきた。私がバカンスを提案すれば、ケハだと言い、そのくすぐに大学時代の友人、マークとビーチに行ったりした。家にいて彼女の相手をしようものなら、個人の空間が必要と文句を言い、一人にしておいてと言われた。性的な関係さえも稀で、彼女はいつも抵抗しているように見えた。だから私たちにはまだ子供がいない。私はいつもそれを彼女の性格のせいだと思い、十分な気遣いと愛情があればいつかは心を開くだろうと考えていた。だから、オリビアが興奮してこの旅行を提案したとき、私は二つ返事で承諾した。親友のクリスに電話までし、ついに彼女の冷たい心を溶かしたと、ほとんど自慢げに話したものだ。しかし、私が物思いにふけっているのを見て、彼女はすぐに腕を離し、顔をこわばらせた。何？行きたくないの？彼女の目に一瞬よぎった嫌悪感は、私にとって衝撃だった。ついに理解した。彼女は完全に私に愛想を尽かしているのだ。喜んでいくよと私は慎重に言った。でも、君の両親が来たばかりだ。彼らを置いていくわけにはいかないだろう。彼女の両親は数日前に到着し、娘の様子を見に来たということになっていた。ああ、私たちのことは気にしないで。と義母が隣の部屋からせかせかと入ってきて言った。リブ、オリビアの相性が行きたいなら、二人で行きなさい。帰ってくるまでここにいるから。彼女の熱心さは怪しく感じた。まるで死の偽装計画を最初から知っているかのようだった。私はゆっくりとうなずいた。わかりました。それでは、スーパーに行って、皆さんのためのものを買ってきます。2日間もほったらかしにしてすみませんが、帰ったらご馳走しますよ。私が承諾すると、2人の顔には安堵の表情が広がった。2、私は買い替え降りたが、まっすぐスーパーには向かわなかった。まず、電気店により小さなボディカメラを買い、目立たないようにハイキング用バッグにクリップで留めた。それからクリスに電話した。彼は有名な調査報道記者だ。明日の朝、イーグルクレスト峠の近くにいてくれと伝えた。信じてくれ、大きな事件が起きる。彼は懐疑的に聞こえたが、そこにいると約束してくれた。次の目的地は薬局だ。処方された胃薬と強力な睡眠薬を購入した。買い物から戻ると、彼ら全員が楽しそうに笑いながらくつろいで話していた。私を見つけると笑顔は消えた。私は気にしないふりをした。母さん、父さん、食料品は全部買いました。
今から食事の準備をしますので、明日と明後日の分はできていますから。義父は何年か前に小さな商売で少し儲けたことがあり、いつも優越感を持って話すのだった。レオ、聞けよと彼は言い出した。料理をするときは化学調味料は使うな。ただし酢はたっぷりな。それと野菜はくたくたになるまでしっかり火を通せ。妻は軽く彼を肘でつついた。レオ、あなたの料理はあまり好きじゃないのと彼女は付け加えた。いつも少し変な感じがするの。でも、あなたがいない間は何とかなるでしょう。私はイライラをこらえ、とにかく料理をし、すべてに注意深くラベルを貼った。母さんと私は指さして言った。これは明日の分、これは明後日の分です。混同しないでくださいね。これらの中には傷みやすいものもありますからと私は強調して付け加えた。違う日に食べると胃を壊すかもしれませんよ。胃の不調の話になると、義父はまたブツブツ文句を言ったが、幸いにも、どの食べ物がどの日の分かは認識しているようだった。3. 翌朝、私たちは早くに出発した。私はわざと朝食に塩を入れすぎた。運転していたオリビアは、ほとんどすぐに文句を言い始めた。あなた何もまともにできないのね、レオ？朝食作りですら塩が強すぎる。パパがあなたの料理はひどいっていうのも無理ないわ。私は冷静に開封したペットボトルの水を彼女に手渡した。ごめんよ、ハニー。ほら、水を飲んで。彼女はボトルの半分を一気に飲み干し、返してきた。ねえ、この先の山道は難しいよと私は申し出た。私が運転を代わろうか？彼女はすぐに硬直し、突然防御的になった。いいえ、大丈夫。今日は運転したい気分なの。私はただうなずいた。彼女、そして私たちへのかすかに残っていた希望さえもついに消え去った。私たちは中腹の休憩所に車を止めた。彼女は私にゴミを捨てに行くように言い、自分は車の中に残って電話をかけた。私はかなり離れたところまで歩いて行き、それから事前に仕掛けておいた盗聴器のスイッチを入れた。よし、聞いてと彼女の声が鋭く事務的に聞こえてきた。イーグルクレスト峠で準備しておいて。偽の血をたっぷりまいて説得力があるようにしろ。わかった？それから、偽の岩の小道具を道の真ん中に置いて。私がまっすぐそれに突っ込む。ちゃんと写真を撮るのよ、また間。心配するな、これが終わったら十分に報酬は払う。沈黙、そして別の電話。マーク？ね。もうすぐよ。ようやく一緒になれるわ。あなた、おじさんに死亡診断書の準備を頼んでおいたって言った？私と一緒に来る男レオに直接渡すように間。ええ、火葬場の手配は全部整ってる。そっちの処理をする者が待っているまた間。彼女の声はベトベトになる。マーク、ベイビー、あと少しよ。あのバカが手にした慰謝料がなかったら、あいつに時間を無駄にすることなんてなかったのに。前の時間軸では、彼女の死の直後、マークが、彼女が1000万ドルの借金があるという偽の借用証書を持って現れた。罪悪感に押しつぶされ、彼女の両親にけしかけられ、私は家を売り、持っている金をすべて渡してしまった。あの時の私は本当にバカだった。彼女が電話を切るのを待って、私は車に戻った。彼女は、すでに開封された紙パックの牛乳を差し出した。ほらと、気遣っているふりをしていった。これを飲んで。朝食ほとんど食べてないじゃない。道中おならそらかせたくないでしょ。私は牛乳を受け取り、彼女の監視するような期待の視線の下で、それを全部飲み干した。彼女にとっては笑い物だ。
車の荷物を積んだのは私だ。何時間も前に彼女が細工した牛乳を完全に普通のものとすり替えていたのだ。4. 私はクリスに素早くメッセージを送った。イーグルクレスト峠。準備しろ。不審なものが何かを仕掛けているのを見かけたら、こっそり撮影して、それから警察に通報だ。すべてが動き出したことで、奇妙な平静が私を包んだ。それでも長年愛してきた、あるいは愛していると思ってきたこの女を見つめ、これがどう終わるかを知っていると一瞬の後悔、あるいは哀れみが心の中で火花を散らした。私はただ静かに彼女を見つめた。彼女は私の視線に気づき、ひるんだ。ああ、そんな風に私を見ないでと、彼女はデズディエンに満ちた声で言い放った。本当に嫌。女を見たことがないみたいに。正直言って、レオ、あなたって本当に惨めよ。野望もない。心底耐えられない。私が慰謝料を手に入れた後、私が望んだのはただリラックスして人生を楽しみ、家族と時間を過ごすことだった。しかし彼女の目には、それが惨めに映ったのだ。私の視線は冷たくなった。それならなぜ俺と結婚したんだ、オリビア？愛していないのならなぜ俺のそばにいる？だってあなたが私を放っておかなかったからよ。彼女は吐き捨てるように言い返した。哀れな迷子の子犬みたいにしがみついて。私が付き合ってやったのは同情したからよ。同情か。そうか。確かに私は彼女を熱心に追いかけた。大金をつぎ込んだ高価なバッグ、デザイナーの服、実際にはあまり余裕のない高級レストラン。彼女は一度も断らず、興味がない素振りさえ見せなかった。今や私が惨めなのか？私は深く息をつき、さっき彼女に渡したペットボトルを手に取った。ほとんど空だった。わかった、わかった、俺が悪かったと私は言い、それを彼女に手渡した。ほら、これを飲んで。落ち着いて。彼女は横目で私を睨んだが、ボトルを受け取り、残りを飲み干した。私は彼女を注意深く見つめた。彼女のまぶたが重たそうになった。眠気と戦っているように見えた。時間が迫っていた。ハニーと私は優しく言った。もう私が運転する？疲れてるみたいだよ。イーグルクレスト峠はもうすぐそこだ。私たちは山奥のキャンプ場に向かっていた。この辺りはカーブや峠がどれも似ていて、注意深く見ていないと簡単に混乱する。イーグルクレスト峠の言葉に彼女ははっと目を覚ました。私、運転は完璧に大丈夫。彼女は突然警戒して言い放った。なぜあなたはそんなに執拗に変わろうとするの？私の運転を信用してないの？彼女は喧嘩を売り、前回と同じシナリオを再現し、私を車から降ろして事故を偽装しようとしていた。そうじゃないと私は困ったふりをしていった。ただ君が疲れてるのが心配なんだ。ああ、私を信用してないんでしょ。もう、あなたって本当に心配性で、いつも小言ばかり。私はガラス細工じゃないのよ、レオ。それと、私が話した病院プロジェクトへの投資、覚えてる？マークのプロジェクト？あなたは躊躇したわ。本当に役立たず。マークの病院事業。私はそれが怪しく、おそらく法のグレーゾーンだと思っていたが、オリビアが強く勧めたので、$100万以上を投資した。すべて失った。その後、オリビアは私を非難し、私が十分に投資しなかったと言い張った。私は時計を見た。正午を過ぎている。彼女の両親はおそらくもう昼食を食べ終えているはずだ。私が準備した昼食を。出て行って。あなたの顔なんて見たくない。彼女は叫んだ。
私たちは曲がりくねった山道にいて、どこからも何マイルも離れていた。タクシーに乗る見込みはない。しかし彼女は気にしない。私は彼女を最後にもう一度見た。彼女の目は細められ、必死に開けようとしていた。私わかったと私は役を演じながらどもるように言った。ただ運転、気をつけてくれよな。イーグルクレスト峠はすぐ次のカーブだ。出て行って。彼女は金切り声を上げた。車はキーッと音を立てて止まった。私はドアを開けて外に出た。山道には誰もいない。私と風、そしてバッグのストラップにかすかに点滅する小さな赤いライトだけが残った。彼女は知らなかった。イーグルクレスト峠はこのカーブじゃない。次のカーブだ。5. 彼女が飲んだ空のペットボトルを道端のゴミ箱に捨て、すぐにクリスに電話した。電話を切った直後、前方から耳をつんざくような爆発音が響いた。真っ黒な煙が澄んだ山の空気の中に渦巻いた。私は前方へ全力で走った。車あるもの、その残骸は完全に炎に包まれ、すでに骨組みだけになっていた。私はアスファルトの上にひざまずき、心底から絞り出すようなおえつを上げた。間もなく、遠くでサイレンの音が聞こえた。誰かが通報したのだろう。救急車が到着し、パトカーがその後から来て、山道をすぐに封鎖した。彼らはオリビアの遺骸と私を同じ救急車に乗せた。病院で正式な見解がすぐに下された。重度のやけど、到着時死亡。検視が必要となる。涙を流しながら、そう見えるように私は同意のうなずきをした。それからすぐに彼女の親友、マークを探し出した。マークと私は取り乱した夫を演じながら声を詰まらせていった。私はここのものじゃないから医者たちがオリビアの検視が必要だと言って私は。マークは私が意識があり、歩き回っているのを見て、本当に驚いているように見えた。彼らの計画によれば、私はどこかで気を失っているはずだった。彼は慌ててスマホを取り出し、番号を押した。呼び出し音が鳴り続けたが、出なかった。彼は慌てているようだった。彼女の両親に電話しろと彼は私にそっけなく指示した。私は彼らの番号を数回ダイヤルするふりをした。応答なし。マークはますます落ち着かない様子だったが、筋書き通りに動いた。彼は折りたたまれた書類を取り出した。ほらと、それを私に手渡しながら言った。死亡診断書だ。署名済みだ。これは検視不要を意味した。彼女の体内にまだ睡眠薬が残っているのを見つけられるリスクを冒せなかった。もし見つかれば、私も巻き込まれる。6. 火葬場のスタッフ、具体的には彼が言及した連絡先と手配を済ませると、マークは私に向き直った。よし、葬儀場は手配済みだ。彼女をまっすぐそこに連れて行け。彼はためらっているようで、オリビアを覆っている白い布をめくろうとする素振りを見せた。私はすぐに割って入った。ただまっすぐ火葬に？私は混乱と悲しみを装って尋ねた。遺体を調べたりしないの？あの検視官に確認した方がいいかな。マークの手が止まった。彼は明らかに誰にも詳しく調べられたくなかった。行け。彼はイライラして怒鳴った。言われた通りにしろ。彼女を火葬場のヘンダーソンのところに連れて行け。これを渡せ。彼は死亡診断書を私の手に押し付けた。胸は高鳴ったが、手を震わせながら、私は診断書を受け取り、火葬場へ向かった。指示通り、ヘンダーソンという男を見つけ、書類を手渡した。彼は死亡診断書に目を通し、それから厳しい表情で担架の上の遺体袋を一別した。彼の眉は深く曇った。
彼は机の上の電話に手を伸ばした。